はい、毎度お気に入りフェルトです。今回のビデオも前回に引き続き、新型コロナウイルスの話についてしたいと思います。新しい情報が入ってきたんで、いろいろまとめてみました。いろんな情報が出てきて、状況も変わってきたりしてるんで、とりあえずメモったことを発表したいと思います。まず、いろんな医師の方とか、専門家の人がテレビで、ニュースで、いろいろな情報をインタビューで答えてるんですけど、とある専門家がマスクは効果がないとか言ったり、もう一つここでメモったドイツの医師の人は15分対面で感染者と話すと高確率で感染するとしています。で、また手術マスクとか普通のマスクは意味がありません。ただヨーロッパの基準で FFP2 と FFP3 っていうマスクはコロナウイルスに対して効果的だとしています。FFP2 と FFP3 っていうのは日本で言うと DS2 と DS3 です。DS2 っていうのは 95% 以上ウイルスをから守れるやつです。で DS3 っていうのは 99% 以上ウイルスをシャットダウンできるマスクの規格のことです。DS2、DS3 ぐらいのレベルであればウイルス感染はシャットダウンできるとしています。もう一つ言ってた大事なこととして、彼も言うには毎年、ドイツではインフルエンザによって超過死亡数が1万人から3万人いるので、コロナウイルスがドイツでそのレベルの脅威にはならないだろうとしています。で、万が一になったとしてもドイツにはいろんな病院、大きな病院、隔離できるスペースとかも充実しているので、大丈夫だろうとしています。別の情報なんですけど、別のニュースなんですけど、日本では多分まだ発表というか紹介されてないニュースです。今日のニュース、今日の昼のニュースです。現在コスタスメラルダというクルーズ船、西地中海のクルーズ船があります。ツアーのクルーズ船に約7000人現在、乗船されてるんですけど、中国のマカオ特別行政区からツアーに参加した人たちなんですけど、その中の妻側、夫は別に異常なしが発熱と呼吸障害の症状を示している模様で、現在船内でその女性は隔離され治療されている模様です。イタリア沖で。なんでその1組の夫婦を含んだ約7000人が船内から出れない、船外へ出れないという状態です。というのが今最新のニュースで、あとね、ドイツ国内でも恐れてたことっていうか、恐れてたような感じになってきて、で何が恐れてたことが多いかっていうのは、前々回のビデオで南ドイツのミュンヘンのとある会社で中国人女性がコロナウイルスを感染させたっていうのがあったんですけど、他にも今現10日木曜日の現在で10都市ぐらいドイツ国内でブレーマーハーフェン、デッサウホ、ゴスラウ、ナウンベルク、ポツダム、ジーゲン、フランクフルト、ハイデルベルク、シュタンベルク、チュンリゲン、メックレンブルク、10都市、もういろんな各地、東西南北の10都市で疑われるケース、新型コロナウイルスかなっていうケース、疑われる症状をしている人たちが検査または治療またはそういうことになっています。ただまだ公式にその人たちが新型コロナウイルスを持っているっていう発症したっていうことはまだ発表されていないので、まだ疑われているっていう状態です。詳しく言いますと、デッサウ・ゴスラウの人は中国に旅行して帰国後インフルエンザのような症状があるとされています。で、このデッサオのケースですが、今住んでいるところの近くなので、もうこれが新型コロナウイルスにかかっていたとなればもうパニックです。少し、で、またポツダムのケース、ベルリンに近いポツダムなんですけど、中国人の15歳から16歳ぐらいの女子児童がそういう症状があるらしいです。で、またチュンリゲンは2人、1人は中国から帰国後疑わしき症状が出た模様です。メックレンブルクの人は1人若い男性、数日間中国に滞在していって帰国後、そういう症状があるらしいです。というのがこの10都市の中の今分かる症状、どんな症状っていうのがそういう感じのことです。
で、前回言ったさらに3人が感染したっていうのを話したんですけど、その3人、また4人ですけど、一番最初に感染した人を含めて、現在は非常に健康で症状はなく、発熱もなく、咳もないということです。はい。で、最初の33歳男の人、33歳女性の人で、その女性の人は性別があれなんで1人で隔離されています。で、あとの2人の男の人は27歳と40歳は2人同じ部屋で隔離されている模様です。ただ症状も全くなしで、もう退屈なような感じと言っています。で、さらに中国行きがストップした航空会社も発表されていて、10社、ルフトハンザ、スイス、デルタ、エアカナダ、オーストラリアンエアラインズ、ライオンエア、ブリティッシュエアウェイズ、ソウルエア、ユナイテッドエアラインズ、ラルエアです。この10社はもう完全に中国行きはストップしています。で、他はエアフランスとかは完全にではないですけども、便数を減らして運航されている模様です。で、他にも南ドイツ、一番最初にコロナウイルスが感染したところの周辺の地域なんですけど、南ドイツのバイエルン州の役所には500件以上のコロナウイルスについての質問が電話でかかってきているらしいです。ということで、結構その住民がパニックっているらしいです。ドイツ自体が懸念していることとすれば、アウディ、フォルクスワーゲン、デイムラー、BMW の4つの主要なドイツの自動車メーカーが中国で利益を3分の1以上生み出しているということで、経済的にダメージが来るのではないかという懸念をしています。もちろん、旅行会社もそうですけど、それは経済的な不安懸念ということです。これがこの全てがニュースから得た情報です。自分のドイツ生活の中での、何か変わった点とすれば、妻が働いている仕事場、職場の同僚の人は夫が日本人っていうことは知ってるので、全員が全員じゃないですけど、やっぱり質問としては最近アジアに旅行行ったとか、結構もうコロナウイルスに対して結構パニックっていう状態でもあります。今ドイツに住んでる自分とすれば、日本ほどは確かにもうそこまでリスクっていうか心配はないですけど、もし10都市で症状が出ている人たちの中から新型コロナウイルス肺炎に感染している人が出ているとすれば、ドイツも非常にやばいところになると思います。前回の動画で懸念してた、恐れていたアジア人差別がフランスではもうすでに始まっている模様です。ツイッターとかでも、自分はツイッターアカウント持ってないんですけど、ツイッターで上げられてた動画がドイツのテレビのニュース番組で映ってたので、その模様を言いますと、電車での相席があって、こっち側がアジア人の人で、こっち側がフランス人かなの人が座ってて、でこっちのフランス人の男女2人はこうやってこんな感じでここ隠してて、いかにもそのアジア人の女性2人が、コロナウイルスに感染しているっていう予想で、こういう感じのジェスチャーというか、そういう行動をとってました。何とも言えないことになってるんですけど、自分の身を守るためにはどうすればっていうことで、そうなってしまったと思うんですけど、エボラにおいてもそのコロナウイルスにおいても、少しそのエボラよりも後にいろいろテロが起きて、その時でイスラム教の格好をすればテロリスト扱いされるっていうような雰囲気になった時期も一時期ありましたけど、そういう悲しいことになってしまっているのが状況です。ではまた新しい情報が入り次第ビデオに上げたいと思います。ではまた次回。人には言えない過去だってあるわ。